皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、使い込んでみて印象が変わったキューブというのを3つ紹介しようと思います。第一印象はやっぱそうでもないんだけど、なんかしつこく使ってると、あれっていうキューブって、キューブを何個か持ってる方だったらあると思うんですよね。タイム帯とかで変わってきたっていうのとかも多少含まれてるところはあるんですが、慣れてきたっていうのが正解かもしれないですね。第一印象がいいっていうよりは、しつこく使ってると、だんだん良さが分かってくるというような感じのキューブがございますので、3つほど紹介しようと思います。よかったらご覧ください。第3位ですね。なんだろうね、これ。似てるやついっぱいあるからね。はい。12です。これはね、第一印象は、なんだこれみたいな感じのキューブだったんですけれども、頑張ってこの辺とかも調節したり、マグネットの強さですね。これは弱で設定してるんですけど、あれ思ったよりいいな、みたいな感じがあって、評価が変わったキューブですね。なんかものすごくいいキューブなんだけど、自分の実力ではもったいなすぎるみたいな、そういうところがあったのもあるんですけれど、そもそもこのコアマグネット自体がそんなに回しやすいと思ってなかったんですよ。最近のキューブはもうほとんどコアマグネットキューブなんで、そういうキューブをいろいろ回していく中で、12を結構しつこく使っていると、これ確かに世界のトップキューバーが使うだけあるなっていう感じの性能がありましたね。具体的に何がいいかって言われると、安定性なのかな。キューブを高速で回してる時の安定性っていうところまで体感できるほどの指のスピードを持ってないので、今できる私のマックスのスピードとかで回し続けた時のヨレヨレしないというか、そういったところが結構いいなっていうところと、バランスですね。ここの磁石のバランスもそうだし、コアマグネットのバランスもそうだし、回転の軽さとか、この重み。重みっていうとあれなんだけど、基本的にはもう軽いキューブなんで、全てにおいてすごく完成度の高いキューブで、現代キューブのもう最高傑作っていうところがあるので、これ以上いいキューブっていうのはもう出てこないんじゃないかなっていうぐらいの、本当にターミネーター2みたいなキューブですね。ターミネーター2大好きなんですよ、本当に。子供の頃、私はビデオの時代の人なので、ビデオが擦り切れるレベルでターミネーター2ずっと見てて、姉の小学校の作文にですね、弟はずっとターミネーター2を見ていて、みたいな、あれ間違えちゃったよ。ずっとターミネーター2を見ていて、みたいな、そんな作文書くんじゃねえぜ。そういう風に書かれるぐらい、もうテレビにしがみついて見てたぐらいターミネーター2好きなんですが、ターミネーター2ですね。T2 キューブです。めちゃくちゃいいキューブですね。値段がね、結構高いっていうところがあるので、簡単にパッと手を出せるかっていうと微妙なところなんですけど、好みがあるんでね、もう触った瞬間に、うわ、いいっていう人も結構いっぱいいたと思うし、そういう人の方が多いと思うんですけど、私は元々コアマグネットキューブがそうでもないっていう人だったので、この引きつけるのいるっていう感じだったんですよ。ですけど、もう、コアマグネットキューブに慣れてきた上で、これをガシガシ使ってると、いいね、みたいな感じになったキューブだったので、これすごいいいキューブです。私はガンキューブ全般が苦手な人です。いいキューブなんですけど、ちょっと柔軟性が高いというか、ちょっとヨレヨレしちゃうというか、そういうところがあるので、だったら磁石強くしろよっていう話なんですが、なんかね、ジャックの方が好きなんですよね。使い込んでみて、印象がすごい変わったキューブだったんですよね。あんまり育てるとかそういう感じはないんですが、このキューブは使い込んでみて良さが分かったっていうキューブでした。第3位でございました。お次に第2位でございます。こいつですね。これはね、使い込まないといいキューブになりません。この時代のキューブ、ちょっと何年か忘れちゃいました。2018年、2019年、2020年とか。その辺の頃のチーさんのキューブ、サンクラ、ファルク、エリート、ウェイとか MS とか。MS もそうでもなかったかな。特にこのファルクはね、めちゃめちゃ育てたキューブでしたね。今、スムーズなんですよ。ものすごいスムーズでめちゃくちゃ回しやすいんですが、これ2500回転以下ぐらいの時はもうどうにもこうにもみたいな。もし私はこれ音がいいと、いうのがなかったらお蔵入りになってたキューブです。それぐらいすごい回しにくかったんですよ。しつこく使っててものすごい良くなったっていうキューブですね。数あるキューブの中で最も初期状態からキューブの性能が出せるよっていうところまで育ったっていう大きな変化をしたっていうのはこのキューブがダントツで一番ですね。回しやすくなった時の回しやすさっていうのはもう抜群で、音がいいと。いやー、この音はね、もう良すぎてね、
元々の音がいいっていうのがなかったら、使い込むっていうこともなかったんですけれども、私が好きなね、ロー・デスラーさん、これ、アメリカのキューバーの方が、マックス・パークさんと AO100 を一緒に測ってみたみたいな動画があるんですけど、めちゃめちゃいい音出して回してるんですよ。デスラーさんとかなんかは、割とカットをバキバキ攻めていく感じで、結構いい音鳴らしてくれる、ソルブをしてくれるんですよ。惚れてしまって、このキューブが欲しいなって思ったんですが、私、海外のキューバーにわかなんで、お名前結構いろいろ間違えてることあると思うんですが、韓国のキューバーの、トップキューバーの方です。ナムソンヨクさんなのかナムソンヒョクさんなのかな、ナムさんでいいわ。めちゃめちゃ回し方綺麗な方がいらっしゃるんですけど、あの方が使うファルクはね、音しなすぎなんですよ。あまりにも回し方が綺麗すぎて、このカットのこういう鮮やかなパキンみたいな金属音みたいなのが全くしないんですね。あれはあれでちょっと不満。ただ、目はめちゃめちゃ嬉しい。あの人の回し方はね、最強に綺麗なので、あんな回し方できたらいいなーなんて思うんですけど、国内で言うとミニフィルムの高橋さんっていう方、ミニフィルムっていうルービックキューブのチャンネルの高橋さんなんかがこれをレビューしてくださってて、高橋さん回し方めっちゃ綺麗なんで、あんまり音しないんですよね。彼も非常に回し方が綺麗で美しい回し方をする方なので、あんまり音がしないんで、ミニフィルムの高橋さんなんかがもうバッキバキにコーナーカット攻めまくってるような感じで、バッキバキにこれ音鳴らして、1時間ぐらいソルブしてる動画、私もね、もう目バッキバキにしながら見ますね。ずーっと見てると思う。サブ10ぐらいの実力を持った方が、バッキバキにコーナーカットを攻めて回してほしいなって思うようなキューブなんですが、全然話がそれちったね。とにかくこのキューブは、一番最初の状態と全然違うと。育てるキューブっていうジャンルに入っちゃうような気がするんですが、使い込まないとわからないっていうキューブではありますね、これは。なんか開封当初から、いいな、みたいな、そういう、何やってんだ、そういう感じではなくて、使い込んで評価が変わるっていうキューブなので、開封して一発目の状態で、このキューブを評価するっていうのは、ちょっとかわいそうっていうキューブなんですが、使い込んでいくと全然別物ですね。特にここ。面の摩擦っていうのが全然別物になるので、これはね、使い込んで評価が変わったっていうキューブですね。コアマグネット入ってないんですが、今メインで使えって言われても喜んで使うレベルですね。特にコーナーカットとかがどうっていうこともないんですが、持ってるキューブの中で一番直線的だねっていうのは多分これ。これですね。で、これはコアとか変えてみるとわかるんですけど、サンダークラップのコアとこのコア交換してみたんですよ。そしたら、もうサンダークラップがもうガッチガチになってですね、それはそれで悪くなかったんですが、逆にサンダークラップのコアつけたらこっちぐっしゃぐしゃになってですね、パーツの形状っていうよりはコアですね。コアが結構ね、硬い。っていうのは、これブロック全部取ってみて、この例えば赤とオレンジだけこうやって持ってウニウニしてみるんですよ。そうすると、こいつもうガッキガキで全く動かないんですね。もうバッキバキのバキ動なんですよ。サンダークラップとかをコアだけにしてみて、こうやってやるとウニウニするんですよね。こうやってウニ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 。コアがね、硬いっていう感じで、直線的っていうところはあるんですが、じゃあ、サンダークラップのコアとかを入れ替えて使ってみたら使いやすいかっていうと、そういうわけじゃないんですよね。もうしっかり考えて作ってるんだろうなっていうのが、いじってみて分かったんですけれども、非常によく考えられたキューブだなと思います。とってもいいキューブなので使ってあげたいなっていうのがあるんですけど、最近ね、音はいいんだけど、ちょっと若干やかましいな。でもやっぱりこのね、独特の金属音というか、これはね、他のキューブにはない良さがあるので、これはね、大好きなキューブの一つですね。使い込んでみて評価が変わったというキューブ第2位でございました。久々にしてはまあまあだな。そして使い込んでみて評価が変わった第1位のキューブですね。こちらでございます。V9 なんですよね。ボールコアモデルです。これね、私は以前のレビューの時とかに、ちょっと癖が強いから別に一番いいところでもいいし、一番おすすめしないみたいなところどこでもいいよみたいなこと言ってたんですが、ガンの12ではないですけど、使ってみたんですよ。めちゃくちゃいい。グーホンプロがものすごくいいなと思って回しまくってる時にですね、この子とちょこちょこ勝負をしたりしたんですよ。グーホンプロ5回やって、この子5回やって、みたいな感じで。で、それでトータル100回みたいな感じで、ずーっとなんか勝負をしていて、どっこいどっこいというか、思ったよりもこのブルンブルンっていう感じとかが、邪魔だなっていう風に思わなくなったというか、あとはやっぱりスタンダードを触ったから言えることなんですが、キューブそのものの性能っていうのは、やっぱり高いんだなっていうのが気づいたことで、やっぱ回しやすいんだよなと。
強いマグネット、エッジとコーナーの強いマグネットでパチッと止まるのじゃなくて、なんかこう、スルッみたいな感じの独特な感じ。主に左手かな。中指あたりというか、振動というか、なんかそれがね、なんか気になっちゃうというか、ただ私は以前の動画とかでもお話ししてる通りなんですが、面に潤滑剤をつけないタイプで、結構乾いた感じで回していますから、回し心地の感じっていうのはパキパキしてる感じのキューブが多いと思うんですよ。私が使ってる感触として。余計にそういうこうバンみたいなこういうのが出ちゃってると思うんですけど、そこがね、ちょっと気になるなっていうところはあるんだけれども、タイムはいい。タイムいいんですよ、これ。色もね、UV コートの方がちょっとね、色が濃く見えるんですよね。で、私はどっちかっていうとそっちの方が苦手なんですよ。どっちかっていうとこう明るい感じ。ちょっと暗いっすよね。そんなに色が見にくいっていうこともなくて、すごい快適に回せるキューブなんですよね。で、第一印象があまり良くなかった。まあ、イメージで、こうやってやらないんだった。イメージで言うんだったら、天雲みたいな感じですね。天雲の第一印象って、なんか軽い軽いって言われてるのってこういう感じなんだという感じで、結構こうブンブンいくな、みたいな、調節難しいな、みたいな感じだったんですけど、それにね、すごくよく似てる感じですね。本当に。しつこく回し込んでいくと、まあ、タイプは違うんですけど、スーパーウェイロンとかいろんなキューブは出てます。で、あとは、これが二重マグネットになったやつとかっていうのも、まあちょっと磁石弱めだよみたいなキューブとかも出てたりはするんですけど、強磁石の、強磁石のこの V9 を回し込んで慣れていくとですね、これじゃなきゃダメだみたいな感じになるキューブだと思うんですよね。キューブの特徴としては、YSDM よりもカットがいい感じ。コーナーカットを使って回すってことはほとんどないような気がします。ないような気がするんですけど、なんかこうガキっていうような引っかかりとかがほとんど感じないというようなのがあるので、非常に回しやすいキューブで、これはね、評価変わりましたね。グーホンプロはもう文句なしで非常にいいキューブなんですけれど、どっちを使うって言われると、現状私は V9 の方が好きですね。強マグネットがそんなに好みではない人なんですけど、これはね、非常に良くて、私の実力での話なんで、まあ上手な人とかはどうかっていうのは人それぞれなんですが、まあ海外のキューバーとかでもこれメインでっていう人結構いるんですよね。だから、まあスーパーベイロンの後にこれの二重マグネットとかを出したっていうのでもある通り、スーパーウェイロンとは違うんですよね。スーパーウェイロンの方がピボットしにくいとかっていう風に進化はしてるし、ここのコアマグネットの磁石を調節できるよとかっていうのはあるんですけど、あれね、ぶっちゃけね、今日以外多分使わない。どんどん弱くしていくとわかるんですけど、ガッシャンガシャンなキューブになっちゃうんで、簡単に言うなら、若干コーナーカットは甘めになった磁石弱めな V9 がスーパーウェイロン。で、この子はピボットはしやすいんだけど、コーナーカットはいい。で、磁石が強めな V9。扱いやすいのはスーパーだと思うんですが、癖になっちゃうというか、慣れると、すごいいいねっていう風になるキューブはこいつのような気がするんですよね。レビューの一番最初の動画とかでもそうだったんですが、まあなんかちょっとブルブル、何やってんだブルブルしすぎてるから、まあ、癖があるキューブで、いいキューブなのは分かったけど、みたいなことを言ってたんですが、しつこく使ってるとですね、いや、これいいな、みたいな感じで評価が変わった、評価が変わったキューブだったんですよね。すごい良かったです。このキューブの性能が、あんまり良くなかったら、こんなもんだね、みたいになっちゃうかもしれないんですけど、性能はすごくいいと。で、あとは、あなた次第だよ、みたいな。全部のキューブに言えるんですけど、会えばいいかもね、みたいな感じの、なんか待っててくれるキューブですね。僕に追いついてこいよ、みたいな。そういう感じの、ちょっと先を行ってるキューブな気がします。今後、モユさんでもそうだけど、いっぱいキューブは出ちゃうんだけど、なんかウェイロン V9 って実は結構良かったんじゃねみたいな感じで、天雲みたいに残り続けてくれるようなキューブな気がするんですよね。コアマグネットの天雲版みたいなイメージを持ってます、今。この子とガンの12っていうのは、ガンの12のブルンブルンとか、このブルンブルン、この感じになれるかどうかみたいな感じで、でもやっぱり使い込まないと良さがわからないっていう感じだと思うんですが、慣れるとね、ハマる人はめっちゃハマるキューブじゃないかなって
思います。以前の動画でもお話しした通り、持ってると面白いキューブ。いいこと言ってんね。いや、本当に、持ってると面白いキューブだと思います。すっごい癖が強いんで。そんなキューブでございました。はい、いかがだったでしょうか。使い込むと変わるキューブって結構あると思うんですよね。あとは使い込みっていうのとはちょっと違うんですが、自分の実力が変わってくると、一番最初に使ってた印象と変わってくるっていうキューブもたくさんあると思います。もし皆さんが昔買ったキューブでいまいち使いにくいなって思いキューブとかがあって、で、それを今ちょっと上手くなった状態で使ってみると、あれっていうキューブとかもあったりするので、そういったキューブを見つけてみるのも面白いんじゃないかなと思います。今回は使い込むと印象が変わったキューブ3選でございました。どのキューブもおすすめです。まあ今買えるのはこれとこれでね、これはもうちょっと廃盤になっちゃってるんですが、まあいつも言う通りです。今更コアマグネットいらねえよ。いらないが、音いいよこれ。でも開封したては多分びっくりする。なんだこれってなります。これからね、こういう理由で良かったよみたいな動画の第1位になるキューブって、どれもいいんですよ。メインどれでもいいんじゃねえかっていう時代になってる気がするんで、これじゃないけど、もう音がいいからこれみたいな。タイムとか関係なく音が好きだからこれとか、回し心地がいいからこれみたいな。好きなキューブを選んでいけばいいと思うんですが、これはね、本当に印象ガラッと変わりましたね。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。いろんなキューブをぜひ使ってみてください。印象変わると思います。それでは本日も動画のご視聴ありがとうございました。まったねー。